ター、今日もよろしくお願いします。よろしく。営業の前に聞きたいことがあるんですが、マスターがもしバーに行って、そこで5000円以内でそのバーを楽しむんだったら、その何を注文しますか？5000円？はい。5000円か。そうだな、1人5000円ってことだろ？そうですね、はい。そうだな、俺だったら1杯5000円の酒飲んで帰るかな。1杯飲んで。もうそれで終わりなんですか？それですぐ帰る。まず5000円以内っていうより、まずそうだな、まあ2、3杯飲めるようなイメージじゃない。まず一応ほらチャージっていうのがまずかかるじゃない、でチャージかかってまあ大体1000円前後、うちとかオーセンティックバーみたいなとこだったらまあ大体1000円以内でまずチャージが収まるってイメージがあるから、まあほらメニュー表見れば大体わかるんだけど、まあメニューに置いてないとこもあるだろうからね。でまず最初1杯目は大体まあジントニックを頼むかな。1杯目はジントニックですか？そうだね、1杯目ジントニック頼むね。まあそこのバーのジントニックをちょっと飲んでみたいなと思うね、まずね。ジントニックは、まあお店にも本当によると思うんですけど、いくらくらいのイメージでこう見積もっておけばいいですか？俺らみたいなこういうバーだったら1杯1000円から1500円ぐらいの間でイメージしておくのがいいんじゃないの？まあだから大体1200円ぐらいかな、2、300円かな。1200円ぐらいのイメージだな。なるほど。じゃあ最初チャージが700円で、ジントニックが今1200円だったら、まあ今のところは1900円。そうだろ？ですね。だからそうなるとあとまあ2杯は全然いけるような感じするじゃん。ああ、そうですね。確かに。そうだろう。じゃあマスターだったら、まあ1杯目ジントニックで、2杯目は何を頼みますか？ 2杯目？はい。2杯目そうだね。バーにせっかく行ったらちょっとシェイキングしてもらいたいなとかさ、ちょっとまあショートのカクテルでも飲もうかなと思うから、まあティーとかもいいけど、まあそうだな、ギムレットかな。同じジンベースライム使って結構塩梅が難しいっていうかさ、そうだね、ギムレットかな。でまあギムレットは大体そうだね、やっぱり1500円前後っていうイメージだから、そうだね、ギムレットみたいね。ギムレットはじゃあ仮に1400円と見積もってもいいですか？そのぐらいで見積もろうかな。最後になるんですかね、3杯目。そうだね、最後の一杯難しいね。何で終わらせるかっていうのはその日のバーの締めだろ。そうですね。何でいっかね。まあカクテルでもいってもいいしな。ウイスキーを最後一杯飲むっていう感じでもいいし。今回はせっかくなので、そのウイスキーの値段感も知りたいので、最後はウイスキーでちょっと。そっか。飲みやすい感じのイメージで言ったら、やっぱりうちなんかだったらグレンリベットがやっぱりほら自分なんかがおすすめもしてるし、いい酒だなと思ってるから、グレンリベットの12年なんかいいんじゃないの？それを一杯最後に、そうだね、まあ、軽く水割りで締めてもいいね。なんか優しい感じで、まあもう一軒行くかもしれないし、そこで締めるんであれば。で大体そうやってバーに行く人たち大体家にウイスキーとか持ってそうじゃん。そうですね。だからそこの店の水割りをちょっと飲んでみるとか、ハイボールって水割りでいいんじゃないかな。優しく締めて安全なキロリつくっていうかな。グレンリベットは、マスターのお店だったらいくらくらい？うち今1200円。1200円ですか？1200円。じゃあグレンリベット1200円としたら、最初にまずチャージが700円。700円。1杯目のジントニックが1200円、ギムレットが1400円、で、最後のグレンリベットの水割りが1200円。200円でね。でも確かに今の計算でいくと、今4500円なので、税込みでいってもちょうど4950いくらみたいな円ですね。なので5000円以内だよな。ちょうどですね。じゃあマスターだったら、今の3杯いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。まあウイスキー3杯でも、まあウイスキーバーなんか行ったら面白いかもしれないけどな。まあでもちょっとそのバーに行って、特に初めて行く人とか初心者の人みたいな、そういう人たちはちょっとバーに行ったらどうやって頼もうかなと思っちゃうから、まずその3つの流れみたいのが面白いんで、まず最後は割と何でもいいと思う。だからジントニック、ギムレットみたいな流れは面白いと思うね。あとあれですよね、そのイメージなんですけど、バーでも銀座のバーはすごい高いイメージがあるね。みんな言うもんね。店によっては全然違う。
ああそうだね、やっぱり一杯2000円取るとこもあるからね、やっぱり。そうだな、うちはなんとか電動じゃないけど安いからな。今日安のそうだな、そうだな。まあ一応うちおそらく平均だと思うんだよ。でほらもうちょっと地方行ったら安いしさ、やっぱその土地代みたいなのもあると思うんだよな。だからやっぱ銀座って言ったらほら土地が高いって必ず年に1回やるだろ。やりますね。どっかの1平方メートル何千万じゃないけどさ、何億じゃないけどさ、やっぱ高いんじゃないのかな。家賃も高いしみたいなのもあるしさ。そうですよね。まあでも平均的な感じなんじゃないかな、そのぐらいが。なんか今日お話を聞いて、意外というか、5000円でも意外と楽しめるんだなっていう印象でした。そうだな。1時間ぐらいはバーで空気を楽しめるっていうかな。いいですね。なんかいいんじゃないの、そのぐらいの金額的にも。なんかバー知らない人からしたら、結構もう1万円は最低かかるのかなっていう、なんかイメージの人もいるじゃないですか。だからこうやって話を聞いてみると、なんか5000円握りしめてじゃないですけど、楽しめそうだよ自分でもっていう印象がありました。逆にマスターが5000円っていう縛りがなかったら何頼むんですか？そうだ、もう一杯飲みたいかな。でちょっと最後にいいウイスキーでも飲みたいなとかさ、あと最後にそのバーでおすすめなんですかって聞いてみてさ、うちのおすすめウイスキーだったらこれ、カクテルだったらこれみたいなさ、そういう感じでバーの人とコミュニケーションを取って楽しむっていうのも、面白いです。まあでもそのくらいの金額で収まるだろうなっていうのは大体みんなイメージするじゃん。そうですね。でそれがちょっとこんな高いのとかこんな安いのっていうところでまたそのお店の評価が変わってきたりもするからな。こんなもんでこんな値段取んのかとかさ、こんな美味しくてこんな安いのとかさ、でその辺難しいとこだよな、人それぞれだからな。適正価格があるじゃないですか。それこそいいウイスキーを飲んだら高くなってしまったり、いい材料を使ってるそのカクテルのお店に行ったら高いとかっていうのは、別にぼったくってるわけじゃなくて、高くなっちゃうっていうことそうだな。だからとにかくリーズナブルっていう言葉が一番いいと思うんだよね。だから本当そのサービスに対してその金額はもう逆にリーズナブルだろうと。あとこの味で、その安さを感じるって言ったら変だけどお得感を感じるっていうかさ、いやここまでやってくれてこの値段だったらもうこの、確かにそのお金を払う価値はあるって思ってもらえればいいだけの話なんだけど、その辺難しいよな。飲み放題でみんな飲んでるしさ、2000円3000円で飲めるわけじゃん、バン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 で。そう考えたら5000円以内で3杯、でチャージってなんだよとかさ、そうなってきちゃうかもしれないけどな。でもやっぱりそうだな、バーだからな、空気をこう楽しんでもらうっていうのもあるし、でやっぱちょっと静かに飲んでもらいたいなっていうのもあるしさ、騒ぐ場所じゃない人が、だから空間を楽しんでもらうにはやっぱ一人の人がさ入ってきてなんか後ろの方でワイ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 騒がれてもさ、やっぱバーのイメージで来るわけだからさ。そうですね。やっぱそのチャージも払うわけじゃん、その人は。チャージ払ってんだからでかい声出していいよみたいなとこはないわけだからさ。そうですね。確かに。そういう感じでバーでな。ありがとうございます。今日はちょっとマスターに営業前に、マスターがバーに行ったら5000円で何を頼むっていうのを質問させていただきます。行きたいね、バーに。よし、じゃあこれから営業だ。頑張るか。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう考えたらやっぱ確かにバーにもたまには行きたいな。